皆さんこんにちは。ポルトガル在住のはるかです。今回は旅行が好きな私たち夫婦のヨーロッパでの旅行の組み立て方をシェアしていきたいと思います。こちらのチャンネルで旅の動画をよく上げているのですが、どうやって旅行の計画をしているのか質問いただくことがあるので、今回動画にまとめてみました。前提として私たちは旅行会社のツアーではなくて個人手配で旅行をいつも組んでいます。個人手配を選ぶ理由は2つあって、1つは何といっても価格を抑えられるから、そして2つ目、自分の好きなように予定が組めるからです。もちろん自分たちで手配するのでその分時間と労力がかかりますが、お得にそして自由に旅行ができる個人手配が気に入っています。去年のフランス旅行だったり先日のイタリア旅行を例に挙げると、航空券や宿泊費はこんな感じでした。航空券はポルトガル発で、フランスの場合は往復1人当たり65ユーロ、先日のイタリアは往復で1人当たり40ユーロでした。宿泊費は2人でだいたい1泊60から70ユーロくらいのところにいつも泊まっています。航空券、宿泊費を合わせると、フランスは6日間で430ユーロ、イタリアは7日間で480ユーロでした。それでは具体的にどうやって私たちが航空券や宿泊先を探しているのかを話していきたいと思います。なんといっても一番初めにやることは航空券を買うことです。その際に使っているツールがこちらの Google フライトです。私たちは事前に行き先を決めるというよりは、ポルトガル発の航空券を調べて、その中から安くて面白そうな都市を旅行先に選んでいます。そんな時に便利なのがこちらの目的地探索です。出発地を入れて、目的地は空欄、時期は例えばですが10月の1週間とします。で、私たちはこちらの条件はいつもこの直行便のみで、移動手段を飛行機のみを選んでいます。そうするとポルト発の航空券でこの時期の最安値がこのように表示されます。これを見ながら安く行けて楽しそうなところを目的地に選んでいます。例えばローマだったら往復で58ユーロ、こっちの例えばパリだったら47ユーロと、ライアンエアーだったりイージージェットといった格安航空を使うと、このくらいの価格でヨーロッパ内の旅行に行くことができます。また有名どころだけじゃなくて、こうした南仏のマニアックなところであったり、イギリスのロンドンではない他の都市であったり、そういったところも調べてみるとすごい素敵な場所だったりするので、こうして行き先を決めている時が一番楽しいです。今回はパリで見ていきたいと思います。行き先を絞ったら次にこちらのフライト表示を開きます。ここで往路と復路それぞれの時間と価格を見ながら決めていくのですが、便利なのがこの日付グリッドというものです。ここでは出発日と到着日の組み合わせでどの日程が安いかを調べることができます。最安値はこのキラキラマークがついています。最適な組み合わせを決めたら OK を押して航空券を購入します。ちなみに航空券の価格は日によって変動があります。こちらの料金の推移を表示というものを押すと、グラフで価格の変動がわかります。今見ている価格が低いのか高いのかを知る指標になると思います。今日時点でこのパリ行き、この時間の航空券は47ユーロですが、例えば11日前だと64ユーロだったので、このグラフだけを見ると今が買い時かなというふうに判断をしています。またここの料金トラッキングにチェックをつけると、航空券の価格に変動があれば登録している Gmail に通知が来るのでとても便利です。まとめると、まず Google フライトで目的地を検索、
次に安くて面白そうな場所を選んで、最後に日付グリッドで価格や日程がいいところを選んで購入するという流れです。往復の航空券が取れたら次に決めるのが宿泊先です。宿泊先は2パターンあって、1つ目はホテル、もう1つは Airbnb です。価格や立地を見てその都度どちらにするかを決めています。まずはホテル探しからですけども、ここで使っているのが Google ホテルです。シンプルですが、場所、日付、人数を選んで、値段だったり星の好みがあれば条件で絞っていきます。例えばパリで検索をすると、このホテルなんかを見てみると、Booking.com であったり Agoda であったり、ここで出てきたサイトの中で最安値で予約をしています。さらにお得に予約するコツとしては、Booking.com などを楽天リーベイツ経由で予約をして楽天ポイントをゲットしています。でもう一つ挙げた Airbnb についてなんですけども、こちらはホテルではなくて民泊になっていて、一般の人が旅行者に空き部屋を貸し出してくれているサービスになります。ホテルより安く泊まれて、またキッチンだったり洗濯機などの備え付きの場合が多いので、長期滞在にもおすすめになってます。続いて決めていくのが旅行先での移動手段です。鉄道や高速バスは直前にチケットを買うと高い場合が多いので、前もって購入しておくことがおすすめです。現地のバスや鉄道を一つ一つ調べるのが大変という方に必見なサイトがこちら。ヨーロッパ限定ですが、コンペアバスというサイトがとても便利です。出発地、到着地、日付を入れて検索します。するとこのようにバスや電車が全部まとめて出てくるので、出発時間や移動時間、料金で並び替えをして最適な移動手段を選んでいます。注意点としては、会社によっては2週間前からしか検索ができないという場合もあります。そのため旅行が例えば3ヶ月先だった場合に、まずは直近の日程、例えば来週の日程を入れてみて、どのような交通手段があるか、移動手段があるかを知っておく。そしてその後に予約できるタイミングになったら、価格が上がる前に早めに予約をするというようにしております。最後はレストラン選びについてです。私たちはまず Google マップやトリップアドバイザーでレストランを検索して、その口コミと評価を見てお店を選んでいます。お店を選んだら The Hawk というサイトで予約をします。例えばパリで検索をしてみます。すでに Google マップやトリップアドバイザーでレストランの候補を決めていると思うので、その名前をここに入力して検索をします。このサイトを使う上でのポイントは、割引を使って予約をするということです。例えばこうやって見ていくと、お店によってはこういった 50% 割引というふうに書かれているお店があるので、こう押すと、このようにお店によっては割引を適用できる場所もあるので、この前のイタリア旅行ではこのザ・ホークの割引をフルに活用してレストランを予約しておりました。注意点としては、お会計の時に割引が適用されていないということもあったので、レシートを見て、もし適用されていない場合は店員さんに声をかけるようにしましょう。5月から9月くらいまではヨーロッパの旅行シーズンになるので、事前にレストランを予約しておくことがおすすめです。以上が私たち夫婦のヨーロッパでの旅行の組み立て方でした。これからもこんな感じで計画を立てて旅行していきますので、Vlog で皆さんにシェアしていきたいと思います。ヨーロッパに住んでいる方もそれ以外の方も少しでもご参考になれば嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ！